その日、堤防には雲一つない真夏の空が広がっていた。時刻は午前10時。照りつける太陽に白い堤防がじわじわと焼かれていく。もうちょっと粘ってみるか。そうつぶやきながら、彼は無意識にキャストを続けていた。汗は止まらず、手足に妙な痙攣。それでも釣り人はその違和感を疲れのせいだと見過ごしてしまった。次の瞬間、体がふらつく。足元が見えない。周囲の音が遠のいていく。そのまま竿ごと崩れ落ちた彼が救急搬送されたのは数分後のことだった。まさか自分が、それが彼の口から出た最初の言葉だった。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。夏の兆候に欠かせない熱中症対策についてです。年々気温が上昇し、35度を超える猛暑日も当たり前のようになってきました。そんな中でも釣りに行きたい。行ってしまう。でも楽しい釣りを命を削る時間にしてはいけません。釣り場には日陰が少なく、風も通りづらく、さらにもう少しだけ粘りたいという気持ちが自分の異変に気づく力を鈍らせてしまいます。ということで今回は釣り人の視点から見た夏の熱中症対策をお伝えいたします。本日の結論です。熱中症は事前の準備と行動の工夫で予防できます。本日の目次です。熱中症とは何か、その基本知識。なぜ釣り人は熱中症になりやすいのか。初期症状の見分け方。具体的な予防策。クーラーボックスの意外な使い方。日焼け止めと熱中症の関係。実際の事例紹介。応急処置の手順。自分の体を知ることの大切さ。それでは順に見ていきましょう。熱中症とは何か、その基本知識。熱中症とは、体の内部に熱がこもりすぎて、体温調節がうまくできなくなる状態のことを言います。体温が上がる。水分と塩分のバランスが崩れる。その結果、頭痛、めまい、痙攣、吐き気、最悪の場合は命の危険すらある。釣りに夢中になることは素晴らしいですが、夢中になるほどこの危険には気づきにくくなるんです。なぜ釣り人は熱中症になりやすいのか。理由は主に3つあります。1つ目、直射日光と水面からの照り返しを常に浴びていること。これは真夏の釣り場では避けようがありません。2つ目、釣り人は集中するという特性を持っています。気づけば2時間水分を取っていなかったというのは決して珍しい話ではありません。3つ目、磯、テトラ、草むら、堤防の隅、風通しが悪く熱がこもる場所に身を置いていることです。これら3つの要因が重なると熱中症のリスクは一気に高まります。初期症状の見分け方。では、どんな時に熱中症かもしれないと疑うべきでしょうか。以下のような症状が現れた時には要注意です。急に頭がぼーっとする、顔がほてる、異常な汗が出る、あるいは全く汗が出なくなる、手や足がつる、唇が乾く、体の熱が取れない、釣りに集中できない、違和感がある。これらのサインを気のせいと思わず、すぐに日陰へ避難し、冷却と水分補給を行いましょう。具体的な予防策。では、どうすればいいのか。ここからは釣り人向けの実践的な対策を紹介します。まずは服装。長袖のラッシュガード。通気性が良く速乾性のある素材を選びましょう。帽子はつばの広いハット型が理想です。首には冷却タオルや氷のうを巻くと効果的です。続いて飲み物。水だけでなく塩分やミネラルが含まれた飲料を準備しましょう。経口補水液は特に効果的です。ポイントは喉が渇く前に飲むこと。そして時間帯。最も暑い午前10時から午後2時の間はできるだけ避けましょう。朝まずめや夕まずめを狙った方が腸化も健康も守れます。クーラーボックスの意外な使い方。釣り人の相棒、クーラーボックス。これは
実は熱中症対策にも大きな力を発揮します。中に凍らせたペットボトルを入れておく。それを首や脇の下に当てれば速攻で体を冷やせます。さらに濡らしたタオルを冷やしておいて熱くなった体を一気に冷やす救急用アイテムとしても使えます。魚のためだけではなく自分のためにもクーラーボックスは命を守る道具です。日焼け止めと熱中症の関係。意外と知られていないことですが、日焼けというのは軽度の火傷なんです。肌が熱を持ち放熱できなくなると体内に熱がこもりやすくなります。結果、熱中症のリスクが上がってしまう。だからこそ日焼け止めは熱中症予防でもある。SPF30 以上、PA ダブルプラス以上のウォータープルーフタイプがおすすめです。実際の事例。では、実際に釣り場で起きた熱中症のケースをいくつかご紹介します。テトラ隊で釣っていた50代男性、突然意識を失い、海に転落しかけたところ、通行人に救出されました。河川で一人釣りをしていた40代女性、体調不良で動けなくなり、通報によって救急搬送。車で仮眠中の20代男性、車内温度の上昇で熱中症を起こし、病院へ搬送。どのケースにも共通していたのは、自分は大丈夫という過信でした。応急処置の方法。では、万が一熱中症になってしまったらどうすればよいのか。すぐに日陰や車の中など涼しい場所に移動します。服を緩め、保冷剤やタオルで首、脇、足の付け根を冷やす。意識があるならゆっくりと冷たい飲料を摂取。意識がない、会話ができない、そんな時にはすぐに119番に通報してください。無理に水を飲ませるのは危険です。誤嚥の恐れがあるため絶対に避けましょう。自分の体を知ることの大切さ。熱中症対策において最も大切なのは自分を知ることです。今日はなんか体が重い、ちょっと集中できない、汗のかき方が変だ。そんな小さなサインにいち早く気づくこと。それが命を守る釣り人の直感になるのです。いかがだったでしょうか。今回は釣り人が知っておくべき夏の熱中症対策についてじっくりとお届けしました。釣りは楽しい。だからこそ命あってこその趣味です。無事に家に帰り、また次の兆候へと笑顔で迎えるよう、ぜひ今回の内容を心に留めておいてください。今後もこのチャンネルでは釣りをもっと安全に、もっと学べるものとして楽しむための情報を引き続きお届けしてまいります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。